土星は皆さんが長期的で持続可能な幸せを確立するために、この2年間で何に取り組めばいいのかを明確に示しています。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は先生術において現実の世界で幸せに豊かに満ち足りた生活を送るために最も大事な天体である土星のお話です。いつも同じことを言ってますが、私の2万件のセッションを通して成功している人たちの共通点、夢をサクサク叶えている人は例外なく土星と小惑星を使いこなしている人たちです。その土星がいよいよ今年2月の14日に29年の周期を終えて新しい始まりの場所であるお羊座0度に戻ってきます。これはこれまで土星を使いこなせてなかったと感じる方にとってもう一度人生をやり直すことができる絶好のチャンスです。2025年5月の25日に一旦お羊座に入った土星は一回逆行して9月の1日に魚座に戻りました。そして今回2月14日に本格的にお羊座へと足を踏み入れます。今回足を踏み入れるともう逆行して土星に戻ることはありません。次に土星がゾディアックを一周してお羊座に戻ってくるのは2055年の3月23日のことです。つまりここから土星の新しい29年の旅が幕を開けるんですね。土星がお羊座に滞在するのは2028年の4月の13日まで、大体2年間です。私たちはこの期間、お羊座土星期を過ごすことになります。ここで前回土星がお羊座にいたのが1996年の4月の7日から1999年の3月の1日まで、ちょっと間お牛座期間もありましたが、ここをまず振り返ってみることがおすすめです。その時に皆さんが向き合ったテーマの同じテーマだけどめっちゃグレードアップしたバージョンが今皆さんにこれからやってきます。それが土星が皆さんに出す宿題であるテストです。でも安心してください。この2年間そのテーマから逃げずに向き合って誠実にテストに取り組んだ人はものすごく想像もしなかったような素晴らしい上昇を果たすことができるチャンスでもあります。もしその時の課題が思い出せないという人はそのヒントは必ず皆さんのバースチャートの土星の位置に隠されています。太陽星座じゃなくて土星星座です。そこから今のあなたに必要なテーマっていうのは簡単に探ることができます。より深く知りたい方はキャプションにいつもリンクをつけています。星読みとマニフェステーション、願望実現テクニックについて私は毎日ノートで記事を上げています。大体の場合は無料で読めます。で、今回誕生日からあなたの土星星座がわかる表やお羊座土星期に土星を味方につける方法、12土星星座別のテキストも出してます。こちらはちょっと有料になりますが、あなたの人生に強力にサポートする内容になってますので、ぜひチェックしてみてください。では、今日はお羊座土星期についてさらに踏み込んだお話をさせていただきたいと思います。まずお羊座が土星に入ることで最初に起こる大きな衝撃は2月21日のワールドアクシスで起こる36年ぶりの土星と海王星のコンジャンクションです。これについてはすでに動画で詳しく別動画で話していますが、この2つの天体重なった前回は世界で起きたことがベルリンの壁が崩壊した。こういう衝撃的なことが起こりました。で、そこにはたった一人の男の勘違いが最も幸福な形な結果につながったという驚くべき宇宙の介入が入ったということが起こったんですね。で、ただこの当時のベルリンの壁崩壊時には土星と海王星だけじゃなくて天王星、金星、小惑星のハイジア、これすごい強力。そしてベスタとエコー、これもものすごい力を持ちますが深く関わっていました。しかもこれが木星オポジションというアスペクトを取ってましたので、すごく複雑なエネルギーが織りなされていたんですね。先生術では一つの天体だけを見るんじゃなくて、やはりそれがどの天体とどうアスペクトを取っているか、調和を生むのか葛藤を生むのかによって現実に起こる出来事とその結果は大きく変わってくるので、やはりアスペクトなどを見ることが大事です。では今回のお羊座の土星期はどうなるのでしょうか。じゃん。これがですね、お羊座に土星が入った瞬間のチャートとなります。
さっきも言ったように、この後最初の衝撃は21日の火星との、海王星との重なりとなるんですけれども、その具体的なホロスコープ読みは次回の動画でお伝えします。で、今回はこの瞬間のホロスコープから予測されることをお話ししていきます。まず、お羊座のテーマはアイデンティティなんですね。海外では英語の授業、普通の学校の授業とか、コーチングの授業なんかでも、普通にですね、小学校なんかでも自分を明確にするために I am っていう文章をいくつか作りましょうみたいなレッスンがあったりするんです。で、お羊座はまさにこの I am、私は〇〇です。私は何者であるか。これを世界に向けて叫ぶ場所です。私が開発した脳科学、心理学、先生術の要素をふんだんに取り入れたセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座では、大人になるまでに周囲に合わせて書き換えてしまったマインドを消していくために、魂が本来求めている I am を明確にしていく、そういう作業をしていただくコーチング講座になってます。本当にそれが大事、まっすぐ自分と向き合う勇気が必要なプロセスではあります。で、土星がお羊座にある期間、私たちはこの課題から逃げることはできません。でもそれは幸運なことです。土星は皆さんが長期的で持続可能な幸せを確立するために、この2年間で何に取り組めばいいのかを明確に示しています。海王星と土星が魚座にいたここ数年間は、スピリチュアルブームの中でありのままのあなたで自由に生きようっていうメッセージが溢れてました。で、それは素晴らしいことですが、一方で自由を履き違えて衝動的に何かをやめたり始めたりして、それが私の自由な生き様でしょっていうふうに行動したがために結果的に後悔してしまった人も結構多かったのも事実です。人はついつい心地よい言葉をかけてくれる方へ逃げたくなるものです。でもそこには真の達成感や持続する幸せは存在しないかもしれません。そして土星は衝撃的なエネルギーを穏やかに沈めて一時的な快楽を求める本能をコントロールするという役割を持っています。一見すると厳しくて冷たく感じるかもしれませんが、土星は素早い、すぐにやってくる一時的な喜びよりも着実に積み上げていく構造と継続するためのコミットメントを私たちに促してくれるんです。今回の2年間は海王星も共にお羊座に滞在します。見ていただくと分かりますね。そして最初の1年は魂の傷を癒すカイロンも同じお羊座に位置しています。しかも同時に天王星や冥王星とは調和的なセクスタイルという関係をとっています。で、前回の1996年からのお羊座土星期も、実は水亀座の天王星とセクスタイルしてたんです、土星がね。でも当時は海王星がヤギ座でスクエアをしていて、カイロンはお羊座の向かい側の天秤座というところにいました。今回は天王星が双子座から、冥王星が水亀座から、どちらも風のエレメントから土星を強力に応援してくれる。前回よりも学んできたことをどう生かすかが大きなポイントになるということです。ただしその学びは風の時代の新しいマインドから生まれるっていう必要があります。風から来るから。でもはや現代にフィットしない古いルールとか制約とか古い知識やメソッドはもう徹底的に手放して身軽になる、軽くなって上に上がることが共通の課題っていうのがよくわかるアスペクトです。そして何よりも前回との一番の大きな違いはカイロンの位置なんです。前回は人と関わることで傷ついてしまうという配置にあったので、逆に自立というのが主なテーマでした。ヤギ座の海王星の影響もありましたから、一人で責任を背負い込むという方向で自分を高める、そういうレッスンがあった人も多かったと思うんですね。でも今回は自分自身を示す一人の場所に傷の回路があります。土星は努力を応援してくれますが、今回ばかりは一人で頑張ろうとするとかえって傷つくことが多くなるので、気をつけてね、期間に突入するということを忘れないでください。
なので、実は私のように社交とかね、もうそもそも本当に苦手。本当にそうなんです。人間関係っていうのはすごい苦手なんですけれども、そういう方もいると思いますが、そういう方こそ、今回は勇気を出して、つながりへと一歩足を踏み出すということが大事な時です。同じような思いを抱えた人が世界中にいます。世界中で魂レベルで共鳴できる仲間を、求めている人がいるんで、そこと出会っていく時なんです。今回の星の配置は、これからの人生、特に人生後半を迎える人にとっては、同志とともに基盤を強化する、そのための必要があるという時期を示しているんですね。お羊座の土星と向き合うということは、一人で自由にやりたいっていうふうに閉じこもるんじゃなくて、人と関わりながらも自立した個性が共鳴し合うような上昇気流、みんなが作っている上昇気流にジョインしていくという意識を持つことが大事です。ちなみに1996年から1998年生まれの方は今回が初めてのサターンリターン。1966年から1968年生まれの人は2回目のサターンリターン。ですから、この年代の方は特に大きな人生の節目となる重要な時期になります。今では29年前よりも確実に魂が共鳴する人との出会いの可能性は高まってます。なぜか SNS があるから、ネット環境があるから。そのための素晴らしい恩恵を得ることができるんですね。SNS って時には心ない言葉に傷つくこともあります。海の向こうの誰かと未来を分かち合って協力して、私と同じ思いを持ってる人があそこにいたんだっていう出会いになる可能性もあります。で、私自身はですね、いつもこのバッグに出しているこちら、セプタグラムソウルジャーニーリーディングやコーチングで使うセプタグラム7房数のシンボルがある時降りてきた時に、これが広めなければいけないというのは分かって、なのでまずは、登録商標をしなきゃいけないと思って登録商標を取ったんですけれども、宇宙にこれを広めてくださいと言われたにもかかわらず、どうしたらいいのか途方に暮れてました。私は自叙伝を出していて読んでくださっている方はご存知のように、小学校の6年生ぐらいまでほとんど人と話してない。それぐらい人が怖くて社交が苦手だったんです。そんな私が宇宙の意図を信じてやんなきゃいけないからと思って、このブログや SNS でこのシンボルを発信して表現を始めた結果、なんかこの波動に引き寄せられた仲間たちが、私もこれに惹かれる、一緒に広めようっていう役割を引き受けてくださって、今では多くの方に本当にこのセプタグラムが今有名になって知っていただけるようになってます。これはもう間違いなく他の皆さんが協力してくださったおかげなんです。だから私の苦手なところなんですけれども、今回のお羊座回論土星海王星というトリプルアスペクトがもたらしている孤独でいると傷つくよっていうこの期間、今回は私はつながりを持っているので回避できるんじゃないかなと信じています。36年前は無理でしたけれども、一人でこもってましたけど、そこから36年経ったんだなと思い起こしてみます。で、私自身は今回は皆さんに手を差し伸べる使命ができるんじゃないかなと思って、その使命を持って動きたいなと思っております。皆さんも今の時代の恩恵を最大に活用しながら、世界のどこかにいるこのセプタグラムも通して皆さんの魂と共鳴する同志との出会いをですね、ぜひ探してみていただきたいと思います。もちろんセプタグラムのジャーニーにジョインしてくださる方もウェルカムです。でも何でもいいんです。皆さんの魂が共鳴する先に、そこに同じものに共鳴する同志がいますから、ぜひお羊座土星期にね、仲間と出会うという努力をしてみてください。では今回もセプタグラムから1枚引きで今見てる皆さんに、じゃあ本当に土星が出ました。マジシャンじゃないんでこれを私はうまく出せることはできないんですが、65枚の中で本当に土星が出た。土星を制するものが人生を制する。これは本当に事実です。厳しさから逃げない、課題から逃げない、
誰もあなたの人生をこう寝転がってたらすごい幸せにしてくれるわけではなくて、自分のやったことだけがやっぱり結果につながっていく。これがね、実は本当のスピリチュアルなんです。実はスピリチュアルの王は海王星じゃなくて土星かもしれないと私は常々感じております。これが出たということで、土星のように今後の人生、私とつながってくださる皆さんも常にお待ちしております。個人セッションなどについて興味のある方はぜひ公式 LINE に登録したり、ノートの記事を読んで直接申し込みお問い合わせをしてみてください。では素敵なお羊座土星期を迎えましょう。